終わりだわ。隣で彼女が力なくつぶやいた。彼女はこの病院でたった一人の音楽療法士。音楽の力で病と戦う患者さんたちの心を癒すことに、誰よりも情熱を燃やしてきた人だ。だが、その音楽療法も病院の方針で予算を大幅にカットされ、風前の灯火だった。このチャリティー音楽祭は音楽療法の必要性を訴え、活動を続けるための本当に最後の望みだったんだ。なのに現実はこれだ。メインゲストは現れず、連絡もつかない。頼みの綱のバイオリニストは協力する気配もない。ロビーに集まった患者さんたちの期待に満ちた顔が、次第に戸惑いと失望の色に変わっていく。このまま終われば、音楽療法は完全に打ち切られる。あの少女のような子たちから、ささやかな希望の音さえも奪われてしまう。そんな最悪の結末がすぐそこまで迫っている。本日の公演は中止とさせていただきます。無情なアナウンスが響き渡り、会場は怒号とため息に包まれた。彼女の目から光が消えかかっている。すべてを諦めたような深い絶望の色。俺はもう見ていられなかった。ざわめきの中、俺は一人、ステージのピアノへ向かった。埃まみれの作業着姿の俺に、誰もがいぶかしむ視線を向ける。構わない。俺は鍵盤に手を置き、静かに言い放った。俺が弾きます。その一言に会場の空気が凍りつく。彼女が信じられないものを見るように俺を見つめる。この出来事が俺の運命を大きく変えることになるのだった。俺の名前は月島律。表向きは都内の片隅で細々と営業している楽器、機材レンタル、運搬業者、桜サービスのしがない従業員だ。埃っぽい作業着に身を包み、年季の入った2トントラックのハンドルを握るのが日常。口数は極端に少なく、人との関わりを意識的に避けている。それが今の俺の生き方だ。この会社を営むのは佐伯さん。俺は社長と呼んでいる。恰幅のいい、人の良さそうな、初老の男性で、俺の過去をどこまで知っているのかは知らないが、何も聞かずに雇ってくれた恩人だ。俺のぶっきらぼうな態度にも特に何かを言うわけでもなく、ただ黙って見守ってくれている。その距離感が今の俺にはありがたかった。ある日の夕方、仕事を終えて事務所に戻ると、佐伯さんが事務机で難しい顔をして帳簿とにらめっこしていた。お疲れさん、律。今日は早かったな。はい、病院への定期配送だけだったので。そうか。なあ、律、お前最近顔色が良くないぞ。ちゃんと食ってるのか？夜眠れてるか？珍しく佐伯さんが心配そうな声をかけてきた。俺は一瞬言葉に詰まる。図星だったからだ。あの事故以来、夜中に悪夢で飛び起きることは珍しくない。ピアノの鍵盤が割れたガラスのように散らばる光景。別に普通です。余計な心配はしないでください。俺はぶっきらぼうに答えるしかなかった。本当のことを言えるはずもない。そうか。ならいいんだがな。佐伯さんはそれ以上追求せず、ふーと一つため息をついて帳簿に視線を戻した。だが、その背中が何か言いたげに見えた。俺は数年前までピアニストだった。周りからは神道だの、月下のピアニスト、そんな風に呼ばれていた時期もあった。ヨーロッパの古い街並みにあるコンサートホール。割れんばかりの拍手。降り注ぐスポットライト。いくつもの国際コンクールで優勝し、将来を嘱望されていた。だが、すべては過去の話だ。ある夜、俺はすべてを失った。俺はピアニストにとって命とも言える指に深い傷を負った。それだけじゃない。心にも決して消えることのない傷跡が刻まれた。以来俺は音楽界から完全に姿を消した。ピアノの鍵盤に触れることは愚か、美しい旋律を耳にすることさえ苦痛になった。音楽は俺にとって喜びであり、希望であり、すべてだった。だが今は違う。それは忌まわしい過去と悪夢を呼び覚ます。呪いのトリガーでしかない。だから俺は逃げた。過去を捨て、感情に蓋をし、誰とも関わらずに生きることを選んだんだ。この桜サービスでの仕事は、そんな俺にとって都合が良かった。
重い機材を運び、トラックを運転する。そこには、かつての俺を知る者は誰もいない。ただ、楽器を運ぶ時だけ、無意識に扱いが丁寧になるらしい。佐伯さんに一度、お前さん本当に大事そうに運ぶな。と笑われたことがある。自分では全く意識していないのだが、そんな俺が最近頻繁に出入りするようになったのが、例の総合病院だ。そこの音楽療法室という部署に、定期的に電子ピアノやスピーカー、アンプといった機材を届ける仕事が増えたのだ。そこで彼女、雨宮京子さんに出会った。彼女はその病院で働く音楽療法士だという。初めて機材を届けに行った日、俺はいつものように最低限の挨拶だけ済ませ、さっさと設置して帰ろうとした。だが、彼女は違った。月島さん、桜サービスの、いつも本当にありがとうございます。屈託のない、ひまわりのような笑顔、そして遠慮のない距離感。俺は思わずたじろいだ。どうも。私ここで音楽療法士をしています。雨宮京子です。この電子ピアノ、軽くて移動もしやすいし、音も綺麗で、患者さんたちもすごく喜んでくれてるんですよ。本当に助かります。矢継ぎ早に感謝の言葉が飛び出す。彼女の声は明るく、よく通る。そして、その全身から音楽が好きという純粋な気持ちが溢れ出ているように感じた。それは、俺が失ってしまったもの。だから、眩しくて、少しだけ目をそらしたくなった。音楽療法ですか。思わず問い返していた。はい。音楽の力で患者さんの心や体の回復をお手伝いする仕事です。まだまだ日本では認知度が低いんですけど、すごく可能性があるんですよ。彼女は目を輝かせて語る。その情熱は本物なのだろう。キラキラとした表情で音楽がいかに人の心を癒す力を持っているかを力説する彼女の話を聞きながらも、俺の心は冷めていた。綺麗事だ、と。音楽が人を救うなんて、そんな簡単なものじゃない。俺自身が音楽によって打ちのめされたのだから。もちろん簡単なことばかりではありません。なかなか心を開いてくれない方もいますし。ふと、彼女の声のトーンが落ち、視線が窓の外に向けられた。俺も釣られるようにそちらを見ると、よく整備された中庭のベンチに小さな女の子が一人で座っているのが見えた。あの子、ゆきちゃんって言うんです。年は8歳くらいだろうか。うつむいて古いウサギのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめて、ほとんど動かない。周りの子供たちが騒がしく遊んでいても、彼女だけが別の静かな時間にいるかのようだ。ある日の配送が終わり、トラックに戻る前に少しだけ中庭の見える廊下で足を止め、自販機で買った缶コーヒーを飲んでいた時のことだ。ガラス越しに見えるゆきちゃんの姿がなぜか気になった。すると、不意に背後から声がかかった。月島さん。振り返ると、雨宮さんが少し困ったような、それでいて優しい表情で立っていた。彼女もゆきちゃんを見ていたようだ。ゆきちゃん、交通事故でご両親を一度に、それ以来心を閉ざしてしまって、一言も話さなくなってしまったんです。その声には深い同情と療法士としての無力感が滲んでいた。俺は何も言えなかった。ただ、ゆきちゃんの小さな背中を見つめる。閉ざされた心。その固く冷たい扉は、かつての自分と重なって見えた。それから数週間後のことだ。病院の休憩スペースで缶コーヒーを飲んでいると、どこからか本当にかすかなメロディーが聞こえてきた。それは、まるで風に乗ってきたかのように不確かで、すぐに消えてしまいそうな旋律。だが、俺の耳は、それを正確に捉えていた。絶対音感。ピアニストだった頃の能力は、こんな形でも残っているらしい。音の出所を探すと、少し離れた廊下の隅で、あの中庭の少女、ゆきちゃんが壁に向かって何かを口ずさんでいるようだった。声にはなっていない。だが確かに、あの優しい子守歌のようなメロディーを、彼女は心の中で奏でていた。それは、ひどく切なく、温かい響きを持っていた。母親が歌ってくれた歌だろうか。衝動的に、俺はポケットからメモ帳とペンを取り出し、そのメロディーを五線譜に書き留めた。指が鍵盤をなぞるように勝手に動く。なぜこんなことをしているのか。
自分でもわからなかった。ただ、この旋律を消してはいけない。そんな気がしたのだ。書き上げた楽譜をどうするか少し迷った。だが結局、俺はそれを折りたたみ、音楽療法室のドアの隙間から、雨宮さんのデスクとおぼしき場所に、そっと滑り込ませた。そして、殴り書きでこう書き添えた。中庭の子が口ずさんでいたメロディーかもしれない、と。名前は書かなかった。俺がやったと知られたくなかった。余計な詮索はされたくない。翌日、機材の引き取りで病院へ行くと、ちょうど音楽療法室から出てきた雨宮さんと鉢合わせた。彼女は俺の顔を見るなり、少し興奮した様子で駆け寄ってきた。月島さん。どうも。昨日、私のデスクに楽譜のメモが置いてあったんです。本当にありがとうございます。彼女は満面の笑みだ。俺は内心ぎっくりとしながらも、あくまで平静を装った。さあ、俺は何も。もう、隠さなくてもいいですよ。彼女はいたずらっぽく笑う。昨日、休憩室にいた看護師さんに聞いたんです。さっきの運送屋さん、これを雨宮先生の机にそっと入れてほしいって頼まれましたって。まずい、うかつだった。まさか、他のスタッフに頼むところを見られていたとは。俺は返す言葉もなく、ただ、あーと曖昧な声を漏らすしかなかった。完全に裏目に出た。やっぱり月島さんだったんですね。本当にすごい。あのメロディー、ゆきちゃんのお母さんがよく歌っていた子守歌だったんです。おばあ様が教えてくれました。俺の気まずさなど気にも留めず、彼女は感動したように続けた。あの子、ずっと心の中で歌っていたんですね。教えてくれて本当にありがとうございます。深く頭を下げる彼女に、俺は戸惑うばかりだ。いや、大したことじゃ。たまたま聞こえただけですから。大したことです。私この子守歌、全部ちゃんと弾けるように練習してみます。もし私が弾いてあげられたら、ゆきちゃんきっと喜んでくれると思うんです。彼女はぎゅっと拳を握り、決意を新たにしたように言った。その真剣な眼差しに、俺は何も言えなくなる。こう見えても私、昔はピアニストを目指してた時期もあるんですよ。だから、指はまだ動くはず。彼女は少し照れたように笑った。その笑顔は、どこか儚げで、同時に強い意志を感じさせた。そうですか。俺はそれだけ言うのが精一杯だった。彼女の過去の話に触れるのは、まだためらわれた。とにかく、本当にありがとうございました。改めて礼を言うと、彼女は、じゃあ私、ゆきちゃんのところに行ってきますね。と、足早に病棟の方へ向かっていった。残された俺は、妙な感覚に包まれていた。人の役に立ったというには、些細すぎることだが、胸の奥が少しだけ温かい。同時に、彼女のまっすぐな情熱と、俺が捨てたはずの音楽とのつながりが、ますます濃くなっていくのを感じて、言いようのない居心地の悪さも感じていた。その日の夜、最後の配送を終え、営業所へ戻るためにトラックを走らせていると、時刻はすでに午後10時を回っていた。住宅街を抜ける近道として、古びた小さなコミュニティセンターの横を通る。普段は、夜間は閉まっているはずのその建物の一室に、明かりがついているのが見えた。音楽室だろうか。不意に窓から漏れてくる、かすかなピアノの音が耳に入った。それは昼間、雨宮さんが話していた、子守歌の旋律の一部だった。だが、ひどく途切れがちで、自信なさげな響きだ。そしてすぐに音が止んだ。なぜか気になり、俺はセンターの裏手にある目立たない駐車スペースにトラックを止め、エンジンを切った。音のした窓にそっと近づいてみる。幸い、カーテンは閉められていなかった。部屋の中には一台の古びたアップライトピアノと、その前に座る人影が見えた。雨宮さんだった。彼女は鍵盤の上に両手を置いていたが、指は動いていなかった。うつむき、肩を小さく震わせているように見える。弾こうとしているのに弾けない。まるで見えない壁に阻まれているかのように。昼間の明るい笑顔とは違う、深く苦悩する彼女の横顔。俺は声をかけることもできず、ただ暗がりからその姿を見つめていた。しばらくして、彼女は諦めたように、ゆっくりと鍵盤から手を離し、深くため息をついた。見てはいけないものを見てしまったような気がして、俺は静かにその場を離れた。トラックのエンジンをかけながら、雨宮さんのあの苦しげな表情が頭から離れなかった。彼女はピアノのプロを目指していたと言っていた。
彼女もまた音楽に傷つけられ、それでも音楽から離れられずにいるのかもしれない。数日後の夕方、病院への機材搬入を終えてトラックに戻ろうとすると、雨宮さんが少し思い詰めたような顔で俺を待っていた。月島さん、もし、今日この後お時間があったら、少しだけ付き合っていただけませんか？いつもの快活さとは違う遠慮がちな口調。断ることもできたはずなのに、俺はなぜかうなずいていた。別に構いませんけど。ありがとうございます。彼女はほっとしたように表情を緩め、俺を例のコミュニティセンターへと案内した。やはり、あの夜の場所だ。音楽室に入ると、彼女はまっすぐピアノの前に座った。そして俺に向き直る。すみません、突然。ゆきちゃんの子守歌練習してるんですけど、どうしても一人だと手が動かなくなっちゃって。彼女は自分の手を見つめ、ぎゅっと握りしめる。変ですよね。誰も見てないのに、勝手に体がこわばって。それでもし誰かに聞いてもらっていたら、少しは違うかなって、馬鹿げてるってわかってるんですけど。そう言ってうつむく彼女の肩は小さく震えていた。俺は何も言わず、部屋の隅に置かれていたパイプ椅子を引き寄せ、そこに腰掛けた。どうぞ。促すと、彼女はこくりとうなずき、深呼吸をして鍵盤に向き直った。楽譜は、俺があの時メモしたものを清書し、少し書き加えたものだろうか。譜面立てに置かれている。だが、やはり彼女の指は鍵盤の上をさまようだけで、音を出すことができない。指先が白くなるほど力を込めているのに、どうしても鍵盤を押し下げられないようだ。息が詰まるような沈黙が続く。彼女の目にはうっすらと涙が浮かんでいた。やっぱり、ダメ。か細い声が漏れる。ピアノを弾けない苦しみ。俺には痛いほどわかる。だが、俺自身の問題になると何もできないくせに。目の前で苦しむ彼女を見ていると、何か言葉をかけたくなった。雨宮さん、俺は静かに口を開いた。どうしてその曲を弾きたいんですか？え？唐突な問いに彼女は驚いたように顔を上げた。ゆきちゃんに聞かせてあげたいんです。あの子のお母さんの大切な歌だから、きっとあの子の心に届くと思うから。じゃあ今はゆきちゃんのことだけ考えて弾いてみたらどうですか？コンクールでも誰かの評価でもなく、ただあの子に届けるためだけに。俺は何を言っているんだろう。自分自身に言い聞かせているようだ。人のことならこんな簡単な言葉が出てくる。我ながら皮肉なものだ。俺の言葉に雨宮さんはハッとしたように目を見開いた。そして何かを振り払うようにもう一度深く息を吸い込む。そしてゆっくりと鍵盤に指を置いた。ポーン、震える。だが確かな音で子守歌の最初のメロディーが奏でられた。それはまだ拙く不安定だったけれど、先ほどまでの硬直が嘘のように彼女の指は動き始めていた。一音一音確かめるように。彼女は驚いたように自分の手を見つめ、それから信じられないというように俺を見た。目には涙が溢れていたが、それは先ほどの絶望の色とは違っていた。いけた。つぶやくような声。そして彼女はもう一度鍵盤に向き直り、今度はもう少し長くメロディーを紡ぎ始めた。ぎこちないながらも、そこには確かな温かさがあった。俺は黙ってそれを見守っていた。彼女が完全にトラウマを克服したわけではないだろう。それでも、これは大きな一歩だ。俺のほんの些細な言葉がきっかけになったのだとしたら、それは少し不思議な気持ちだった。しばらくして、彼女は引き終えると、まだ少し震える指で涙を拭った。月島さん、本当にありがとうございます。深々と頭を下げる彼女に、俺は相変わらずどう返していいかわからなかった。大したことは何も。そんなことないです。月島さんのおかげです。明日、ゆきちゃんに聞かせてみます。ちゃんと最後まで弾けるように、もう少し練習してから。彼女の声には確かな決意と、わずかな希望の光が宿っていた。その光が、なぜか俺自身の心の隅も少しだけ照らすような気がした。それから数日後、俺は定期的な機材チェックのために、再びあの総合病院を訪れていた。音楽療法室の前を通りかかると、中から
あの懐かしい子守歌のメロディーが聞こえてきた。以前コミュニティセンターで聞いた時よりもずっと滑らかで優しい音色だ。そっとドアの小窓から中を覗くと、雨宮さんが電子ピアノに向かい、穏やかな表情で演奏していた。そしてその隣には小さな椅子に座ったゆきちゃんがいた。相変わらず表情は乏しく、言葉を発することはない。だが、以前のように固く、心を閉ざしている様子ではなく、ただ静かに、ピアノの音に耳を傾けていた。時折、雨宮さんの方に視線を向ける。その瞳には、怯えや拒絶の色はなかった。雨宮さんが演奏を終えても、ゆきちゃんはすぐにどこかへ行こうとはせず、しばらくその場に留まっていた。それは、ささやかだが、確かな変化に見えた。俺が感心して見ていると、不意に雨宮さんが俺の視線に気づき、にっこりと微笑んだ。演奏を終え、ゆきちゃんに何か優しく声をかけてから、彼女は部屋の外に出てきた。月島さん、見てくれました？彼女は興奮気味に、でも声を潜めて話しかけてきた。ゆきちゃん、まだ話してはくれないんですけど、私がピアノを弾いている間、ずっとそばにいてくれるようになったんです。それに前よりも少しずつ、私と一緒にいてくれる時間が増えてきて、この調子ならきっと。言葉の端々に喜びと希望が溢れている。それは良かったですね。俺は素直にそう思った。はい、本当に、月島さんのおかげです。あの時月島さんが声をかけてくれなかったら、私まだピアノの前に座ることさえできなかったかもしれません。彼女は改めて、俺に深々と頭を下げた。私、昔ピアノでプロを目指していたのに、プレッシャーに負けて、大事なところで弾けなくなって、それ以来ずっとピアノが怖かったんです。音楽療法士として音楽の力を信じているのに、自分が弾けないなんて矛盾してますよね。彼女は少し自重気味に笑ったが、その表情は以前よりずっと明るい。自己開示ができるほどに心が軽くなったのかもしれない。でも少しだけ前に進めた気がします。本当にありがとう。そのまっすぐな感謝の言葉が、俺の心の固く閉ざした扉を、ほんの少しだけこじ開けたような気がした。不意に、彼女は俺の目をじっと見つめていった。月島さんも何か重たいものを抱えていらっしゃるように見えます。私には少しだけわかる気がするんです。うまく言えないんですけど。俺はドキリとして視線をそらそうとした。だが、彼女は続けた。もし、私でお役に立てることがあったらいつでも言ってくださいね。月島さんには助けてもらったんですから、今度は私が力になりたいです。その言葉は驚くほど自然に俺の心に染み込んできた。事故で指と未来を失って以来、俺の世界からは色が消えた。誰も俺の苦しみなど気にも留めず、同情や好奇の目にさらされるか、あるいは忘れ去られるだけ。ずっと一人で痛みに耐え、世界から心を閉ざしてきた。一人で戦っているつもりだった。だが今、目の前にいる彼女は、俺の内側にある何かを感じ取り、手を差し伸べようとしてくれている。その温かさが、凍てついた俺の心を、ほんの少しだけ溶かし始めたのかもしれない。俺はまだ何も話すことはできなかったが、ただ、彼女の目をまっすぐに見返すことはできた。そんな、俺たちの間に流れる、少しだけ変わった空気。雨宮さんは、ふっと息を吐くと、意を決したように口を開いた。月島さん、突然こんな話をするのはどうかと思うんですけど、今どうしても実現したいことがあるんです。彼女の表情が、先ほどの優しいものから真剣なものへと変わる。実は、この病院の音楽療法が近々予算を大幅に削減されるかもしれないんです。そうなったら活動を続けるのが難しくなってしまって、ゆきちゃんみたいな音楽を必要としている子たちへのケアも。言葉を詰まらせる彼女の顔に焦りと悲しみが浮かぶ。それで私考えたんです。音楽療法の必要性や素晴らしさをもっと多くの人に知ってもらうためのイベントを開けないかって、チャリティー音楽祭をこの病院のロビーで開きたいんです。初めて聞く音楽祭の話。彼女の瞳には強い決意が宿っていた。もしこの音楽祭が成功すれば、きっと上の人たちも考え直してくれるかもしれない。だから、絶対に成功させたいんです。それでお願いがあるんです。この音楽祭で使うピアノや音響機材のレンタルと、当日の運搬設置を、
桜サービスさんにお願いできませんでしょうか？彼女は深く頭を下げた。これは単なる仕事の依頼ではなかった。彼女の、そして音楽療法を必要とする患者たちの未来がかかった。切実な願いだった。彼女が俺に心を開き、そして俺もまた彼女にわずかながら心を開き始めた。このタイミングで託された願い。断るという選択肢は俺の中にはなかった。社長に話してみます。多分大丈夫だと思います。俺は短く、だが、はっきりと答えた。本当ですか？ありがとうございます。彼女の顔がパッと明るくなる。その笑顔に俺の心も少しだけ軽くなった気がした。社長、佐伯さんに話すと、彼はいつものように豪快に笑い飛ばした。ああ、チャリティー音楽祭か。そりゃいい話だ。律お前さんが協力したいって言うなら、会社として全面的にバックアップするぞ。採算なんて気にするな。頼もしい言葉に、俺も少しだけ表情が緩んだかもしれない。佐伯さんは、そんな俺の顔をじっと見て、にやりと笑った。なんだか律最近、少し人間らしい顔つきになったんじゃないか。前はもっとこう、世の中全部敵だ、みたいな顔してたが。気のせいです。俺は慌ててそっぽを向いたが、社長の言葉は的を射ていた。雨宮京子という存在が、俺の世界に少しずつ色を取り戻させているのかもしれない。それから音楽祭の準備が具体的に動き出した。俺は本業の合間を縫って、雨宮さんと会場となるロビーの広さや電源容量を確認し、必要な機材のリストアップ、配置計画などを練った。彼女は音楽療法士としての仕事もこなしながら、慣れないイベント運営に懸命に取り組んでいた。資料を作ったり、院内の各部署と調整したり、その姿はけなげでひたむきだった。俺もいつしか単なる機材運搬係ではなく、この音楽祭を成功させたいという気持ちで関わるようになっていた。そして音楽祭のメインゲストが決まったと雨宮さんから嬉しそうな報告があった日、打ち合わせのために病院の小さな会議室を訪れた。そこには雨宮さんともう一人見覚えのある青年が座っていた。年は俺よりいくつか下だろう。長身でどこか影のある整った顔立ち。だがその瞳には冷めた光が宿っている。影山荘。クラシック界で今最も注目されている若手バイオリニストの一人。俺の姿を認めると、荘は驚いたように目を見開いた。そして次の瞬間、その表情が侮蔑の色に変わるのを俺は見逃さなかった。なんであんたがこんなところにいるんだ？月島律。久しぶりに聞く、低く冷ややかな声。それは昔と少しも変わっていなかった。隣で雨宮さんが俺たちの間に流れる不穏な空気に戸惑っているのが分かった。ここの機材運搬を担当している桜サービスのものです。俺は勤めて平成にただの業者として名乗った。するとそうは鼻で笑った。はっ、そうや。随分と落ちぶれたもんだ。その言葉は鋭いナイフのように俺の胸に突き刺さった。だが俺は表情を変えずに耐えた。ここで感情的になるわけにはいかない。そうは足を組み、ふんぞり返るように椅子に座り直すと、さらにあざけるような口調で続けた。なあ、雨宮さん、だっけ？あんた知ってるか？この病院であんたが大事にしてる音楽療法とやらを潰そうとしてるのは誰か？え？雨宮さんが息を飲む。俺の親父だよ、影山徹。この病院の理事もやってるんでね。雨宮さんの顔からさっと血の気が引いた。信じられないというように首を横に振る。そんなはずは。影山理事長はこのチャリティーコンサートの開催も心よく許可してくださって、音楽療法の意義についても理解を示してくださっているとばかり。何かの間違いじゃありませんか？彼女の声は震え、混乱していた。無理もない。俺もあの男の二枚舌には何度も煮え湯を飲まされてきた。そうはそんな雨宮さんの反応を面白がるように冷たく笑った。はっ、それがあの人の常套手段なんだよ。表向きは理解ある顔をして、裏では自分の意に沿わないものを容赦なく切り捨てる。まあ気持ちはわからなくもないけどな。所詮病院だって慈善事業じゃない。金にならない部門を整理したいと思うのは経営者としては当然の発想だろう。まるで一言のように、いや、
むしろ父親の考えに一部同意するかのような口ぶりだ。その諦めきったような歪んだ忠誠心に、俺は腹の底から言いようのない怒りを感じた。君は、それでいいのか？気づくと、俺は低い声で問いかけていた。目の前の青年、影山荘に向けて、彼もまた、父親の歪んだ価値観の犠牲者なのかもしれない。だが、その霊障的な態度がどうしても許せなかった。俺の言葉に、そうは一瞬今日疲れたような顔をしたが、すぐにあざけるような笑みを浮かべた。今のあんたに、そんな説教じみたこと言われたところで、全く響かないね。彼は、無別の視線を俺に向け、吐き捨てるように言った。音楽を捨てて、過去からも逃げて、ただの運送屋やってる人間に、俺の何がわかる。あんただって、結局は親父から逃げただけじゃないか。何も成し遂げられなかった負け犬が。言葉のナイフが、再び俺の古傷をえぐる。だが、それ以上に、彼の瞳の奥に揺らめく、深い絶望のようなものが気になった。そんな言い方は。雨宮さんが、俺をかばうように声を上げたが、そうは意にも介さない。とにかく、俺が言いたいのはそういうことだ。このコンサートが成功したところで、あの人が考えを変えるとは思えん。雨宮さんは唇を噛み締め、それでも懸命に反論しようとした。いいえ、きっと、音楽の力は、人の心を変えられるはずです。私はそれを信じています。好きにすれば？まあせいぜい頑張ることだな。俺は親父に言われたから、仕方なくここで弾くだけだ。あんまり期待はしないでくれよ。そう言うと、そうはバイオリンケースを手に立ち上がり、俺を一別して、じゃあな、負け犬の元天才さん。という言葉を残して会議室を出て行った。後に残されたのは、さらに重苦しい沈黙と、ショックで言葉も出ない雨宮さんだった。影山徹の妨害、宋の非協力的な態度、そして俺自身の無力さ。音楽祭の前途はあまりにも多難に思えた。俺は彼女にかける言葉を見つけられなかった。宋の言葉は俺自身の過去の傷を容赦なくえぐった。影山徹への怒り、宋への複雑な感情、そして雨宮さんをこんな状況に巻き込んでしまったことへの申し訳なさ。様々な感情が渦巻いていた。雨宮さんがか細い声でつぶやいた。月島さんは影山さんのことをご存知だったんですね。それに宋さんとも。彼女の目は俺に答えを求めていた。宋の態度、俺に向けられた言葉、それから俺と影山親子との間に浅からぬ因縁があること、彼女は察したのだろう。もう隠し通すことはできない。いや、隠していてはいけないのかもしれない。彼女は俺が少しだけ心を開き始めた相手だ。そして、これから影山徹という巨大な壁に立ち向かおうとしている。俺が過去を話すことで、彼女をさらに傷つけるかもしれない。だが、真実を知らずに戦うことの方がもっと危険だ。俺はゆっくりと口を開いた。雨宮さん、少し長くなるかもしれませんが、俺の話を聞いてもらえますか？彼女は黙ってうなずいた。その真摯な瞳に、俺は意を決して重い記憶の扉を開けた。俺と影山荘とは昔、少しだけ兄弟のような時期があったんです。俺の両親は、俺が物心ついた頃から海外での演奏活動が中心で、日本にはほとんどいなかった。だから、俺は広い家に一人でいることが多かった。そんな時、よく家に出入りしていたのが影山徹。あの男と、その息子の宋だった。宋は俺よりいくつか年下で、俺のピアノに目を輝かせて、律兄ちゃんすごいって、子犬みたいに懐いてくれていた。一人っ子だった俺にとって、宋は初めてできた弟のような存在で、可愛くて仕方がなかった。一緒にピアノを弾いたり、音楽の話をしたり。あいつはバイオリンを弾いていて、いつか二人で一緒にステージに立てたらいいね、なんて話したこともあった。だけど、そんな時間は長くは続かなかった。俺がコンクールで賞を取り始めると、影山の宋への態度が少しずつ変わっていったんだ。なぜ律くんのように弾けないんだ。もっと彼を見習え。常に俺と比較され、叱責される宋を見るのは俺も辛かった。宋も次第に俺に対して憧れだけではない、複雑な感情を抱くようになっていくのが分かった。かつての無邪気な笑顔は消え、
どこか影のある、硬い表情をすることが増えていった。そして、運命の夜が訪れた。俺が若手の登竜門と言われる大きなコンクールで優勝した直後のことだ。影山に、話があるから少しホールの裏に来なさい。と呼び出された。何か嫌な予感がした。彼の俺を見る目が、以前とは明らかに違っていたからだ。嫉妬と何か得体の知れない黒い感情が渦巻いているように見えた。ホールの裏手、機材搬入口近くの薄暗い通路に行くと、影山が腕を組んで待っていた。そして、その後ろには、うつむいた宋の姿もあった。月島くんまた優勝かね。君の才能は底なしか。影山の声は妙に平坦だった。だがね、君のような存在は時として他の者の未来を摘んでしまうこともある。どういう意味だ？君には少し舞台から降りてもらう必要があるのかもしれないな。少しの間だけでいい。他の者にも光が当たる時間が必要だろう。その言葉は明らかに俺の活躍を疎ましく思う。歪んだ感情から発せられていた。その時だった。律兄ちゃん、危ない！後ろにいた宋が切羽詰まった声で叫んだ。彼が見上げていたのは通路の天井近く。そこには壁に立てかけられるようにして、おそらく次の公演で使う予定だったであろう。巨大な舞台装置の一部。金属製の重いパネルが不安定な状態で置かれていた。そして、それがまるで意志を持ったかのように、ゆっくりとこちらへ傾き始めていた。影山が俺を呼び出した場所は、まさにその真下だった。偶然かそれとも、そうは俺を突き飛ばそうと駆け寄ってきた。だが、彼自身もパネルの落下地点に入ってしまう。俺はとっさに、宋の小さな体を強く抱きしめ、自分の背中で彼をかばうように、その場に覆いかぶさった。息が詰まり、視界が真っ白になる。腕の中から宋の息を飲む気配と小刻みな震えが伝わってきた。これは大変だ。大丈夫かね、月島くん。影山のどこか芝居がかった声が聞こえた。彼は慌てた様子で駆け寄ってきたが、その目には何の動揺もなかった。そう、お前も無事か。いやはや、機材の管理はどうなっているんだ。これは完全な事故だ。すぐに救急車を。彼はそう言いながら、俺の耳元で、他の誰にも聞こえないように囁いた。賢明なるピアニストならわかるね。これはただの不幸な事故だ。もし余計な詮索をするようなら、君だけでなく、君がかばったこの宋の未来もどうなるか。痛みと、影山への怒りと、そして宋を巻き込んでしまったことへの後悔で、俺の意識は遠のいていった。最後に見たのは、恐怖と、罪悪感に歪んだ宋の顔と、すべてを計算通りに進めたかのような、影山の冷たい微笑みだった。結局、俺の左手は、複雑骨折と神経損傷で、二度とピアノを自由に弾ける状態には戻りませんでした。事故はホールの管理不行き届きということで処理され、真相が表に出ることもありませんでした。俺は、影山の脅しと、宋の未来を守るために全てを胸にしまい込み、音楽の世界から消えるしかなかったんだ。語り終えた俺の目の前で、雨宮さんは、ハラハラと涙をこぼしていた。その涙は、前回よりもさらに深く、俺の失ったもの、耐えてきた孤独、そして、宋との引き裂かれた絆、その全てに対する痛切な共感を示しているように感じられた。そんな、あまりにもひどすぎます。彼女の声は、悲しみと怒りに震えていた。宋さんは、月島さんを助けようと、そして月島さんは宋さんを。言葉にならない感情が、彼女の胸にも渦巻いているのが伝わってきた。俺は、ただ黙って、彼女の涙を受け止めていた。長年一人で抱え込んできた重荷を、初めて誰かと分かち合えた。それは、暗闇の中に差し込んだ、一条の細い光のようだった。正直、もう二度と、音楽に関わるつもりはありませんでした。あの男、影山のいる世界に近づくことさえ避けてきました。俺は自分の傷跡の残る左手を見つめた。だけど、あなたに出会って、ゆきちゃんのあのメロディーを聞いて、そして、あなたが懸命に頑張っている姿を見て、少しだけ考えが変わったのかもしれない。俺は顔を上げ、雨宮さんを見つめ返した。俺ももう一度音楽と向き合ってみようと思います。ピアニストとしてじゃない。今の俺にできるやり方で、この音楽祭のために俺にできること精一杯やってみます。それは
自分自身への誓いでもあった。このチャリティーコンサートを絶対に成功させましょう。これだけの音楽が人の心を動かす瞬間を目の当たりにすれば、影山だって音楽療法を縮小するなんて、バカなことは言っていられなくなるはずです。拳を握りしめる。それは影山への怒りであり、そして奪われたものを取り戻すための小さなのろしだった。俺の言葉に雨宮さんは再び瞳を潤ませたが、今度は力強くうなずいた。はい、ありがとうございます、月島さん。そして彼女は少しだけためらうように、だが確信を込めて言った。これは月島さん自身のリベンジでもありますね。影山さんに対する、奪われたものを取り戻すための。彼女の言葉は俺の心の奥底にあった。言葉にできなかった思いを的確に言い当てていた。私も全力で頑張ります。月島さんと一緒に。その瞬間、俺たちの間には単なる運送業者と依頼主、あるいはトラウマを共有する者同士という以上の確かな絆が生まれた気がした。目指すものは同じ。音楽の力を証明し、守るべきものを守る。そのために俺たちは共に戦うのだ。そして、チャリティー音楽祭当日、会場となる病院のロビーは手作りの温かい装飾が施され、開演を待つ人々、入院患者さんやその家族、地域の人々、病院スタッフの期待とざわめきで満たされていた。そして人気バイオリニストであるソウを目当てに来たのであろう若い女性たちの姿もちらほらと見受けられた。俺たち桜サービスのスタッフも早朝から機材の最終チェックや配置確認に追われていた。雨宮さんは音楽療法士としての業務をこなしながら、主催者として挨拶回りや最終指示に奔走していた。その表情には緊張と疲労の色も浮かんでいたが、それ以上にこの日を迎えられたことへの強い意志と希望がみなぎっていた。だが、開演時間が近づくにつれて不穏な空気が漂い始める。メインゲストとして予定されていた著名なピアニストがまだ会場に到着していないのだ。連絡も取れないという。雨宮さんの顔から少しずつ血の気が引いていく。まさか、俺の脳裏には影山徹の冷たい笑顔が浮かんでいた。そして開演時間が過ぎてもピアニストは現れず、状況は絶望的となった。司会者が困惑しながらアナウンスを繰り返す中、ロビーの後方で腕を組んでその様子を眺めている影山徹の姿を俺は見つけた。その口元には満足げな笑みが浮かんでいるように見えた。やはり奴の仕業か。事前に手を回し、ピアニストが出演できないように仕組んだのだ。ロビーの一角で雨宮さんが顔面蒼白になって立ち尽くしていた。隣にはつまらなそうに壁に寄りかかる影山壮の姿があった。また、親父の差し金か。壮が吐き捨てるように言った。その声には怒りよりも諦めに近い響きがあった。どうせこうなるんじゃないかと思ってたよ。あの人がこの音楽祭を素直に成功させるわけがない。そんな。雨宮さんは言葉を失い、ただ震えていた。このままでは音楽祭は失敗に終わる。音楽療法の存続も危うくなる。何より楽しみにしていた患者さんたちを裏切ることになる。彼女はすがるような目で隣のソウを見た。ソウさん、大変申し訳ないのですが、急遽ピアノ伴奏なしで何かソロで演奏していただける曲は。場をつなぐため懸命の提案だったのだろう。だがソウは鼻で笑った。冗談だろ？こんな土壇場で急にソロで弾けって。無伴奏用のレパートリーなんて今日は用意してない。それに見ての通り、とてもそんな気分じゃないんでね。冷たく言い放つそうに、雨宮さんの顔が絶望に染まる。それでも、彼女は諦めきれないように、さらに食い下がった。では、私が代わりにピアノを弾きますので、予定していたデュエット曲を。あんたが？そうは心底馬鹿にしたような目で、彼女を見た。悪いけど、一度もあんたとは音合わせなんてしてないんだが、それにその顔色、まともに弾ける状態には見えないね。彼は腕を組み、侮蔑するように続けた。俺だって、遊びでバイオリンを弾いてるわけじゃない。プロとして、最低限のクオリティは保ちたいんでね。素人の、それも本番で初めて合わせるような伴奏で、弾く気にはなれない。プロとしてのプライド、というよりは、彼女、そしてこの状況を拒絶するための、
冷たい壁だった。そんな。雨宮さんの最後の望みも打ち砕かれた。彼女の目から光が急速に失われていくのが分かった。肩を落とし、その場に立ち尽くす彼女の姿はあまりにも痛々しかった。その様子を見て取った司会者が困惑しながらもマイクを握りしめた。皆様、大変申し訳ございません。本日のメインゲストですが、諸事情により出演がキャンセルとなりました。また予定しておりましたバイオリンとピアノのデュエット演奏も演奏者の都合により。言葉を濁し、事実上の中止を告げるアナウンス。会場は一気に騒然となった。そんなのありかよ。そうくんの演奏は？楽しみにしてたのに。どうなってんだ。期待が大きかった分、落胆の声、戸惑いの声、そして中には怒号に近いものまでが飛び交う。ロビーは収拾のつかない混乱に陥りかけていた。その時、すっと人垣を分け、影山がステージ袖にいる雨宮さんの元へ近づいてきた。その顔には、わざとらしい同情の色が浮かんでいる。雨宮くん残念だったね。君の熱意は勝っていたんだが、やはり付け焼き場の計画ではこういうこともある。まあこれもいい経験になっただろう。彼は慰めるような口調で、しかしその目は全く笑っていなかった。打ちひしがれる雨宮さんを心底見下しているのが透けて見える。この状況を彼自身が引き起こしたというのに、俺は舞台袖で拳を握りしめた。怒りで体の芯が熱くなる。だが、俺が何か行動を起こすより先に、ふと客席に視線をやった。すると前方で小さな女の子が、ゆきちゃんが混乱する周囲とは関係なく、じっとまっすぐにこちら、いや、俺を見つめていた。その瞬間、俺の中で何かが決壊した。そうだ、俺はもう逃げないと決めたんだ。今の俺にできることをやると。俺は混乱するスタッフや呆然とする雨宮さん、冷ややかに傍観する層の間をすり抜け、ステージ中央のグランドピアノへと向かった。おい、君何を？スタッフが止めようとするが、俺は構わずピアノの椅子に座った。そして、ゆっくりと鍵盤に指を置いた。何を弾くかなど考えていなかった。ただ、ゆきちゃんのあの瞳に応えたい。雨宮さんの涙を止めたい。この最悪な空気を変えたい。その一心だった。ポロロン。俺の指が自然に奏で始めたのは、ゆきちゃんが口ずさんでいた、あの子守歌のメロディーだった。優しくて、切なくて、温かい旋律。俺が雨宮さんに教え、彼女がゆきちゃんのために練習していた、あの歌。気づいたら弾いていた。会場の喧騒が嘘のように静まり返った。誰もが突然ピアノの前に座った作業着姿の男が、およそ場違いな素朴な子守歌を弾き始めたことにあっけに取られていた。なんだ？あの人誰だ？という囁きが聞こえる。雨宮さんもそうも、そして影山さえも、予期せぬ出来事に目を丸くしていた。その静寂を破ったのはゆきちゃんだった。彼女は小さな椅子から立ち上がり、潤んだ瞳で俺を見つめながら、小さな手を一生懸命に叩き始めたのだ。パチパチパチ。その純粋な拍手の音は、不思議なほどロビー全体に響き渡った。そして、その音に誘われるように、ぽつり、ぽつりと、他の観客たちからも拍手が起こり始めた。最初は戸惑いがちに、やがて、それは温かい波となって広がっていく。観客たちの拍手と、ゆきちゃんの涙。それらが、俺の心の奥底に眠っていたピアニストとしての魂を完全に呼び覚ました。子守歌の優しい旋律はいつしか情熱的なアルペジオへと変わり、そして俺の指は鍵盤の上を奔放に駆け巡り始めていた。それはかつて俺が得意とした超絶技巧を要する即興演奏。悲しみも怒りも喜びも希望も、俺の持つすべての感情が音の本流となってロビーを満たしていく。あの人、一体。すごい。会場の空気が再び一変した。今度は驚愕と興奮。作業着の男から放たれる、想像を絶するピアノの音色に誰もが釘付けになっていた。俺の中から溢れ出す音は、もはや誰にも止められなかった。数年間の空白、封じ込めてきた情熱、影山への怒り、音楽への愛憎、そして雨宮さんやゆきちゃんへの思い。そのすべてが濁流となって鍵盤の上で爆発した。
それは荒々しく、切なく、そしてどこまでも自由な旋律。技巧だけではない、魂を削るような演奏だった。ロビー全体が俺のピアノの音に支配されていた。誰もが息を飲み、ただステージ上の作業着姿の男に釘付けになっていた。雨宮さんは呆然と立ち尽くし、信じられないものを見るように俺を見つめている。彼女の目には驚きと、そして俺の隠してきた過去への問いかけの色が浮かんでいた。そして影山。奴の顔からは余裕の笑みは完全に消え失せていた。驚愕、焦り、そして恐怖。自分が葬り去ったはずの才能がより強靭になって目の前で蘇ったのだ。その事実に激しく動揺しているのが見て取れた。奴は俺が誰であるかに気づいたのだ。かつて月下のピアニストと呼ばれた月島律であると。だが俺が最も意識を向けていたのは隣に立つそうだった。彼は最初こそ冷ややかな表情を崩さなかったが、俺の演奏が熱を帯びるにつれてその瞳の色が変わっていくのが分かった。驚き、戸惑い、そしてかつて俺に向けていた音楽への純粋な憧憬。俺が奏でる音の一つ一つが彼の心の固い殻を打ち破り、奥底に眠っていた何かを揺り動かしているようだった。父親に植え付けられた歪んだ価値観、諦め、虚無感。それらが音楽の持つ根源的な力の前に崩れ去ろうとしていた。俺の演奏が最も激しく感情に高ぶるパートに差し掛かった時だった。そうはまるで呪縛から解き放たれたかのように、はっと顔を上げた。そして彼は足元に置いてあった自分のバイオリンケースを衝動的に手に取った。迷いはもう彼の瞳にはなかった。彼はまっすぐに俺を見つめると力強くうなずいた。そしてバイオリンを構え、ステージの中央へと歩み出る。俺のピアノの旋律が一瞬だけ柔らかく変化し、彼を迎え入れる。次の瞬間、宋の弓が力強く弦を捉えた。ほとばしり出たのは深く情熱的なバイオリンの音色。それは俺のピアノと呼応し、時にぶつかり合い、時に寄り添いながら新たな物語を紡ぎ始めた。リハーサルなどしていない。楽譜もない。ただ互いの音を感じ、魂で対話する。完全な即興演奏。俺たちの間に横たわっていた長い空白と複雑な感情のすべてが音楽の中で溶け合い、昇華していくようだった。俺たちの音楽は会場全体を飲み込んでいった。それは絶望からの再生の物語。裏切りと許しの旋律。そして音楽だけが持ち得る希望の響き。誰もが言葉を失い、ただ二人の音楽家が織りなす奇跡の瞬間に心を委ねていた。演奏の最高潮。俺と宋の視線が再び交錯した。そこにはかつての歪んだ関係も憎しみも哀れみもなかった。ただ音楽を通じて魂を響かせ合う二人の音楽家がいるだけだった。そして最後の音が長く美しい余韻を残して消えていく。一瞬の完全な静寂。その静寂を破ったのはやはりゆきちゃんの力の限りの拍手だった。そしてそれらを合図にしたかのように嵐のような拍手と歓声が会場全体から湧き起こった。ブラボーという叫び声も聞こえる。誰もが立ち上がり、ステージ上の俺たちに熱狂的な賛辞を送っていた。舞台袖では雨宮さんが顔をくしゃくしゃにして泣きながら力いっぱい拍手をしていた。彼女の目には安堵と感謝と、そして俺たちへの祝福の色が浮かんでいた。不意に宋がマイクを手に取った。会場の興奮が少しずつ静まる中、彼の落ち着いた、しかし強い意志のこもった声がロビーに響き渡った。皆様、本日は予定を変更し、大変お騒がせいたしました。彼はまず深々と頭を下げた。そしてゆっくりと顔を上げる。その表情には以前の霊障的な影はもうない。ご紹介に預かりました。バイオリニストの影山壮です。正直に申し上げます。ついさっきまで俺は今日のステージを心の底から馬鹿にしていました。音楽を金儲けや地位のための道具としか考えられない人間の言いなりになって、ただ義務としてここに立っていたに過ぎません。彼の視線が会場後方で苦虫を噛みつぶしたような顔をしている父親、影山徹に向けられる。音楽なんて結局は才能と
それをどう利用するかの駆け引きでしかない。そう、本気で思っていました。人の心に響くとか、誰かを癒すとか、そんなものは綺麗事だと。そうは一度言葉を切り、隣に立つ俺に視線を向けた。だけど今日俺は、本物の音楽を聴いた。魂の叫びを聞いた。彼、月島律さんのピアノが、俺に思い出させてくれたんです。音楽はそんなちっぽけなものじゃない。もっと深く、熱く、人の心を揺さぶる力を持っているんだってことを。彼の声には確信がこもっていた。律さんの音は、俺の中にあった。くだらない見栄や、父親への恐怖や、諦め、そういうものを全部洗い流してくれた。そして教えてくれた。俺が本当に奏でたかった音楽は、誰かのための道具じゃない。俺自身の魂の言葉なんだって。そうが再び、会場後方の父親に向き直った。今度は迷いのない、まっすぐな視線で。父さん、俺はもう、あなたの言いなりにはならない。あなたの価値観に従うのは今日で終わりだ。あなたのための音楽も今日で終わりにする。そう、貴様何を言っているんだ。この私に育ててもらった恩を忘れたか。影山が怒りに顔を歪ませて叫んだ。その声は会場の隅々まで響き渡った。権力者の仮面が剥がれ落ち、ただの支配欲に駆られた男の醜い姿があらわになる。今すぐそのマイクを置いてこちらへ来なさい。聞き分けのないことを。だがそうは動じなかった。彼はマイクを握りしめ、毅然として言い返した。いいえ、父さん、俺は行かない。俺は、俺自身の足で、俺の音楽の道を歩き始めます。たとえそれが、あなたの望むような、華やかで、儲かる道ではなかったとしても。そして彼は続けた。あなたは、音楽を自分の道具としか見ていなかった。そして、リツさんのような、自分にとって都合の悪い、本物の才能を恐れ、卑劣な手段を使って事故に見せかけ、彼のピアニストとしての未来を奪った。俺は、その事実を知りながら、あなたの脅しに怯え、今日まで黙っていた。あなたはそうやって、俺の心まで支配しようとしてきたんだ。会場が息を飲む音で満たされた。音楽評論家、影山徹のスキャンダルとも言える衝撃的な告発。後方の影山徹は顔面蒼白になり、わなわなと震えている。でももう終わりだ。あなたの脅しはもう俺には通用しない。俺は自由だ。そして彼は付け加えた。あなたの価値観はもう古い。そして間違っている。これからは俺たちが本当の音楽の力を証明していく。あなたに育ててもらったことには感謝しています。だからこそ、もうあなたの操り人形にはなれないんです。その言葉に会場からは地鳴りのような拍手が湧き起こった。それは宋の勇気ある決断と音楽の勝利を称える声だった。そして過去の不正に対する静かな怒りをも含んでいた。影山は完全に敗北した。息子による過去の悪事の暴露と決別宣言。彼は怒りと屈辱に顔を歪ませ、もはや一刻もこの場にいることに耐えられないというように、逃げるように、人々の冷たく厳しい視線と鳴り止まない拍手の中を会場から去っていった。その惨めな後ろ姿が彼の時代の終わりをはっきりと告げているようだった。嵐のような音楽祭が終わった後、病院のロビーはしばらく興奮の余韻に包まれていた。俺とそう、そして涙の止まらない雨宮さんは多くの人々から称賛と感謝の言葉をかけられた。あの日、あの場所で鳴り響いた音楽は多くの人の心に深く刻まれたようだった。人々が少しずつ散り始め、ロビーに落ち着きが戻りかけた頃、そうが意を決したように俺の前に歩み寄ってきた。その表情はステージ上での決然としたものとは違い、どこか不安げで後悔の色をにじませていた。隣には心配そうに二人を見守る京子さんの姿もあった。リツさん、そうは深く頭を下げた。本当にすみませんでした。父さんがあなたにしたこと、俺はずっと知っていたのに、何もできなかった。怖くて何も言えなかったんだ。それどころか、あなたにひどいことまで。声が震え、言葉が途切れがちになる。あの夜の記憶と、長年抱えてきた罪悪感が、彼を苦しめているのが伝わってきた。父が、あなたの未来を奪った。俺はそれを黙って見ていた共犯者だ。どんなに謝っても
許されることじゃないと分かってる。でも、俺はそんなそうの肩にそっと手を置いた。もういいんだそう。俺の声は自分でも驚くほど穏やかだった。お前も苦しかったんだろう。あの人のもとで。そうははっと顔を上げた。その目には涙が溢れていた。君があの時、俺をかばおうとしてくれたこと、覚えている。君がいなければ、俺はもっとひどいことになっていたかもしれない。だから、もう自分を責めるな。憎しみや怒りは、もう俺の中にはなかった。目の前にいるのは、かつて弟のように思っていた。ただ不器用で、父親の呪縛に苦しんできた青年だった。リツさん。俺の言葉に、そうの目から、堰を切ったように涙が溢れ出した。それは、長年の罪悪感と、恐怖から解放された、安堵の涙だった。彼は、子供のように声を上げて泣いていた。京子さんが、そっと、彼の背中をさすっている。この瞬間、俺と宋の間にあった、長くて暗いトンネルは、完全に消え去った。俺たちは、ようやく本当の意味で、過去を乗り越えることができたのだ。そしてあの一件、特に、影山宋による父親、影山徹の過去の所業を示唆する、衝撃的な告発は、大きな波紋を広げることになった。音楽祭での奇跡的な演奏の話題とともに、瞬く間にメディアや関係者の知るところとなったのだ。これをきっかけに、これまで彼が築き上げてきた権力や名声の裏で、密かに行われてきたであろう様々な不正や地位を利用した圧力などについて、内部告発や調査の動きが一気に表面化した。病院の理事会はもちろん、音楽評論家としての彼の活動、彼が関与していた財団やコンクール運営に至るまで徹底的な調査が行われた。その結果、彼の数々の職権乱用や不透明な金の流れなどが次々と明るみに出た。もはや彼が音楽界や病院内でその地位を保つことは不可能だった。すべての役職を解かれ、築き上げてきた名声も地に落ちた。かつて彼を称賛し、取り巻いていた人々も潮が引くように離れていった。彼が懸命に築き上げてきた巨色の城は、文字通り、砂上の楼閣のように崩れ去ったのだ。一方で、あのチャリティー音楽祭は、ロビーの奇跡として語り継がれ、音楽療法の価値は広く、社会に認められるきっかけとなった。病院における音楽療法家の予算削減の話は、もちろん立ち消えになった。それどころか、多くの支援が寄せられ、活動は以前よりも充実したものになっていった。父親の呪縛から解き放たれた宋は、本当の意味で自分の音楽人生を歩み始めた。彼は、有名バイオリニストとしての地位に安住することなく、様々なジャンルの音楽家と積極的に交流し、自らの音楽性を深めていった。時折、ふらりと俺の働く桜サービスに顔を出すこともあった。よう、リツさん。まだこんな誇りっぽいとこでくすぶってんのか？憎まれ口は相変わらずだが、その表情には昔のようなトゲトゲしさはない。うるさいな。お前こそちゃんと練習してるのか？当然だろ。いつかあんたともう一度、今度はちゃんとステージで共演したいからな。そう言って笑う宋の顔は、つきものが落ちたように晴れやかだった。で、リツさん。宋は少し照れたように話題を変えた。近いうち、スタジオでも借りてさ、音出さないか？あの日みたいなやつ、またやりたいんだよ。あんたと。その目は音楽への純粋な喜びで輝いていた。ああ、いいな。たまにはそういうのも。俺はぶっきらぼうながらもうなずいた。決まりだな。そうは嬉しそうに笑った。俺たちはかつての歪んだ関係を乗り越え、互いを認め合う良きライバルであり、そして音楽でつながる友人となっていた。俺は相変わらず桜サービスの運送ドライバーとして働いている。それが今の俺にとって一番しっくりくる生き方だからだ。だが以前と違うことが一つある。俺は完全に音楽を拒絶することをやめた。仕事で病院を訪れるたび、時間を見つけては音楽療法室のピアノを借り、指鳴らしをするようになった。左手の傷は完治したわけではない。複雑なパッセージを弾くのは今でも難しい。だが、それでも、今の俺にできる音がある。ゆっくりと、一音一音を確かめるように鍵盤に触れる時間は、俺にとって穏やかで大切なものになっていた。そして、京子さんとの関係も少しずつ、だが確実に変わっていった。あの音楽祭を共に乗り越え、
互いの最も深い傷と、そして希望を分かち合った俺たちは、自然と惹かれ合っていった。彼女は音楽祭での一見で、少しずつ人前でピアノを弾くことへの恐怖心を克服し始めていた。音楽療法士としても、以前にも増して自信に満ちた表情で患者さんたちと向き合っている。そんな彼女の隣にいる時間は、俺にとって心地よく安らげるものだった。月島さん。リツさん。ある日、仕事帰りに二人で立ち寄ったカフェで、彼女は少し照れながら俺を名前で呼んだ。俺も京子さんって呼んでいいですか？はい。はにかむように笑う彼女の顔を見て、俺の心は温かいもので満たされた。俺たちはゆっくりと、だが確かに恋人としての道を歩み始めていた。凍てついていた俺の世界に彼女が温かな光を灯してくれたのだ。穏やかな午後の日差しが差し込む病院のロビー。俺はそこに置かれたアップライトピアノの前に座り、静かに鍵盤に触れていた。弾いていたのはあの子守歌。俺と京子さん、そしてゆきちゃんを繋いでくれた大切なメロディー。すると、タタタッと軽い足音が近づいてきた。リツさん。振り返ると、そこには満面の笑みを浮かべたゆきちゃんが立っていた。あんなに心を閉ざしていた少女が今ではこんなにも明るく笑い、俺の名前を呼んでくれる。ゆきちゃん、上手になったね、おしゃべり。京子先生といっぱいお話ししたの。したったらずながらも一生懸命に話すゆきちゃんの頭を俺は優しく撫でた。少し離れた場所で京子さんがそんな俺たちの様子を微笑みながら見守っている。彼女と目が合うと俺も自然と笑みがこぼれた。音楽から逃げ、人との関わりを避け、暗闇の中で生きてきた俺。だが京子さんとの出会いが、ゆきちゃんの存在が、そしてそうとの再会が俺を再び光の中へと導いてくれた。失ったものは大きい。左手の傷もピアニストとしての未来も戻ってくることはないだろう。それでも今の俺は不幸ではない。音楽は時に人を傷つける。だがそれ以上に人を癒し、つなぎ、希望を与える力を持っている。俺はこの手で今の俺にできる音を奏でていこう。大切な人たちのために、そして俺自身のささやかな幸せのために。ピアノの前に座り、窓から見える青空を見上げる。そこにはもう絶望の色はない。ただどこまでも続く穏やかで希望に満ちた空が広がっていた。俺の人生の第二楽章はまだ始まったばかりだ。